はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、QE イヤーズアストラル 1DD プラス 6BA ハイブリッドモデルです。6機の BA 搭載は QE イヤーズのモデルの中で一番多いみたいだね。そうみたい。内部の構造が見えないし、公開もされていないようだから、どんな配置かはわからないのよね。価格が4万円台か。ミドルからハイエンド級なんだ。ジャックさん、第一印象はどうだった？しっかりした低域と少し柔らかめな攻撃が印象的だったかな。なるほど。外観はステム V 外樹脂製ということもあり、片側 5.4g と軽め。だいたい 5g を境目にしているんだっけ？うん。5g 以下ならかなり軽め。5から 7g ぐらいなら軽め。このチャンネルではそんな感じの基準なの。サイズはこの写真の通り、それなりに厚みを感じますね。音漏れの心配はほとんどないです。ブルーとイエローの2カラーってアストラルの星のようなという意味をイメージしているのかしらね。星屑が散りばめられたようなデザインだね。ドライバーはまず 10mm バイオセラミックダイヤフラムを搭載したダイナミックドライバーが1機。しっかりとした低域を効かせてくれる。そして BA が6機。ミッドレンジ用にデュアル仕様の BA が2機でカウントは4。プラス広域用のデュアル仕様のツイーターが1機でカウントは2で合計6機。ってことは BA 自体は2種類になるのかな？そうなるね。ノールズの SWFK 攻撃用ツイーターを QE イヤーズでカスタマイズしたらしいね。うん。聞いた感じは鋭さを抑えた優しめの質感だったよ。今回の比較モデル、愛もちょっと探してみたんですけど、手持ちで 1DD プラス 6BA ってあんまりありませんでしたね。古めのモデルなら CCA-CKX とか TRN-VX とかがありましたけど、3年以上前のモデルですからね。そうだな。まあまあ最近のやつを一つ見つけた。セレストリレントです。これは同じ 1DD プラス 6BA だわ。もう一つは 1DD プラス 5BA だけど KZZSX プロなんかどうかな。価格帯は全然違うんだけどね。へえ、なかなかいいじゃん。じゃあ早速聞いてみようよ。ケーブル、イヤーチップ、音調整基準は上の通り。はい、じゃあ行ってみよう。音量上がるからね。So very sorry, friend, you got no box to put me in. And a tiger just can't go and change its stripes. I fooled you once, I fooled you twice, and I'ma do it again. Can't keep a fox out of chicken pen. I'm a man who needs to go my own way, baby.
まず最初に感じたのはリレントレスと ZSX プロ対アストラルという音質の傾向でした。6キロ以上の広域にリレントレスと ZSX プロは似た部分が多く、アストラルは控えめに見える。これが音にもそのまま出てる感じしたよね。はい。そしてリレントレスと ZSX プロのハイハットやジャズの曲でのドラムのブラシのニュアンスの違いもはっきり出ていて面白いと思いました。リレントレスの中域の落ち方も音に出てたじゃん。ドンシャリ特有のちょっと詰まった感じね。そうね。だから案外低域もしっかり聞こえてたわ。低域はやっぱりアストラルよね。中高感あったわ。ドンシャリ感はなくって中域はフラットを意識してる感じ。ボーカルは ZSX プロが前に出てきてたけど、これも波形の通りだね。今回はあまり詳細な説明をしなくても聞いた感じと波形が一致していて、ああなるほどって思ってもらえる部分が多かったんじゃないかな。そうだね。これまでの比較でアストラルのざっくりした音質の傾向は把握できたんじゃないかと思うんだけど。そうですね。あとはアストラルで色々聞いてみた印象をお願いします。そうだね。低域重視なのは波形バランスで分かってもらえたと思うけど、充実した量感、そしてアタックもかなりの迫力あるんで、ドラマーやベーシストにはいいバランスだと思うし、もちろん低域好きな人にも向いてる。他の帯域への影響がちょっと心配なんですけど。影響が全くないわけじゃないけど、自分はそんなに気にならなかったよ。それよりも質感のいい低域に圧倒されそう。中域はこの感じだと再現力高いんじゃない？そう、厚みあっていいね。いつも言ってる気がするけど、ここは絞ってる方が好きっていう人も多いから好みの分かれるところ。実際曲によってはリレントレスの方がマッチする場合もある。中広域はどうでしょう？ボーカル系がちょっと弱いですか？まあ ZSX プロみたいな出方と比較しちゃうと、てか ZSX プロがよく出てるよなここで、アストラルの場合バックの音とよく絡んでボーカルも楽器の一部っていう感じかね。でもよく聞かないと聞こえづらいなんてことはないよ。視察音も感じなかった。強いて言えば広域のシンバル系の存在感がちょっと弱いかな。収録音でも他モデルと比較してそう思ったんじゃない？そうだね。でもリレントレスと ZSX プロのここから上の帯域がよく出てるからね。抜け感重視だったらリレントレスや ZSX プロというチョイスになるだろうけど、アストラルだけ聞いてる分にはさほど広域不足という感じもしなくない？そう思うよ。軸の長めのイヤーチップでそのあたりの調整は効くんで、セドナイヤーフィットライトに付け替えてみたら多少印象変わったし、最後になるけどアストラルを聞いてて思ったのはすごく深みがあるなーって感じたこと。空間の余白とか余韻とか低位感もいいね。やっぱりお高めモデルだけのことはあるってことですよね。ほんとそう思ったよ。アストラル大人な感じのなり方する印象だったわ。はい、大人な感じのなり方を翻訳すると少し落ち着いた広域と深みのあるサウンドだから、気になる人は聞いてみてってことだよ。ということで QE イヤーズの 1DD プラス 6BA ハイブリッドモデルアストラルのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。